皆さん、こんにちは。Japanese Podcast with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など、様々なことを日本語でお送りしています。このポッドキャストのトランスクリプトが欲しい方、またはこのポッドキャストをこれからも聞き続けたいから応援したいと思ってくださる方がいましたら、ぜひメンバーシップの参加お願いいたします。メンバーシップに参加していただくと毎月ワークシートを配布していたり、あとは限定のエピソードなども聞けるので、興味がある方はぜひ参加お願いいたします。また日本語クラスもやっています。日本語を話す練習がしたい、会話の練習がしたいと思う方がいましたら、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。皆さんいかがお過ごしでしょうか？もう3月になって中旬ですね。で、天気も少しずつ暖かくなってはきているんですが、まだまだ寒い日があるなということで、そんな感じで過ごしているんですが、皆さんはどうですか？今回はですね、文法は気にするなというテーマで話していこうと思います。文法は気にするな、どういうことってなりますよね。日本語を勉強していて、日本語の文法は勉強した方がいい、勉強しなくてもいいとかいろんな意見を聞くと思うんですけど、今回は日本語がある程度話せるようになった人だけど、友達と話す時になんかまだあんまりうまく話せないなって思う人だったり、より日本人っぽく聞こえるようになるにはどうしたらいいかみたいな、そういうのをテーマにやっていこうかなと思います。なのでこれは日本人と、友達と話す時にこうやってみたらっていう、意見なんですけど、ビジネスとかフォーマルな場面で話す時とか、日本語の先生と話す時、日本で仕事を探したい、面接があるよとか、そういう場合は私が今から話すことはおすすめしません。これは友達とだけとかすごくカジュアルな場面で使える、話し方になります。なので、まだ日本語初心者っていう方とか、日本語をビジネスの場で使いたいっていう方は、今回のエピソードはあまり参考にならないかもしれないんですけど、友達と話したいっていう方はね、ぜひこのエピソードも聞いてもらえたらなって思います。では早速なんですが、文法は気にするなとはどういうことってなると思うんですけど、それを具体的に話していこうと思います。まずは皆さんは言語を学ぶときに文法をきっちり勉強するタイプですか？それともなんとなくポッドキャストを聞いてとか、なんとなく動画を見て、自然に覚えていったらいいなって思うタイプですか？私はどっちかというと、自然になんとなく覚えれたらいいなって思うタイプなんですけど、でもやっぱり日本語の文法は勉強した方がいいと思います。で、一番最初から文法を勉強する必要はないんですけど、ある程度話せるようになってきたら、確認としてどんなルールがあるのかとか、何が正しいのかっていうのを勉強する必要があるなと思っています。で、あとは日本語を勉強する目的として、JLPT に合格したいとか、何か、うーん、日本の企業で働きたい、日本で生活したいとか、目的がある場合はそれに沿ってね、必要なものを勉強していく必要があるんですけど、だんだん日本語を話せるようになってきたけど、でもなんか友達と話す時に自分がスラスラナチュラルに話せている気がしないっていう場合ですね。その場合は一旦文法を無視してみてほしいなって思います。で、その理由なんですけど、まず一旦皆さんに考えてみてほしいです。日本語のこういうポッドキャストを聞いたりとか、あとは普通に YouTube の動画を見たりした時、完全なスクリプトがない場合ですね。人によると思うんですけど、スクリプトあるないは。あとは、YouTube の動画ですね、ブログとか。そういうのって一言一句全部スクリプトがあるわけではないですよね。で、そういう動画を見てみた時に、結構日本人の話す話し方ってぐちゃぐちゃというかめちゃくちゃというか、文法ルールに沿っていない場合が多いです。その文章を一からちゃんと組み立てて話していない場合がたくさんあります。で、これができるのって、その文法を知ってるからこそ、何が正しいって分かってるからこそ、切り替えができているって思うんですけど、なので、ある程度こう知識も溜まってきた単語も分かるっていう人は、一度、日本語は主語が最初で動詞が最後でみたいな、そういうのを一旦忘れて、もうなんか頭にあることをそのまま口に出すみたいな風に話してみてほしいです。めちゃ意識して
ポッドキャストとか YouTube の動画を見てみると本当に何でもありっていうのがわかるかと思います。いろんな話し方をしてるし、いろんなアクセント、いろんな語尾とか文章の最後、語尾とか本当に何でもありなんですよ。すっごく自由な柔軟な言語、それが日本語だと思います。なので皆さんも一度教科書で習ったものとかを忘れて、こう会話をするとき、友達とか誰かと一対一で会話するときは、一旦教科書のルールとかを忘れて、もう頭に浮かんだ日本語をそのまま口に出してみてほしいです。じゃあ割と日本人っぽい話し方ができているっていう場合があります。そうするにはやっぱり単語力とか語彙力は必要なので、できるだけたくさんの単語を知っている必要があるんですけど、なんか大体結構勉強してきた、大体日本人が話していることを8割9割ぐらいで理解できるってなってきたら、一旦ね本当にルールを忘れて話してみてほしいです。例えばですね、日本人同士がこう一対一で会話してるとして、一人の人が「昨日さ買い物に行ってんけどさ、なんかいいカバン見つけて、で買おうかと思ってんけど、でもめっちゃ高くてさ、買うかめっちゃ迷ってさ」みたいな、この感じ、わかります？結構本当に思いついたことを口に出しているっていう、こういう会話スタイルが多いです。なんか今の会話はすごいガールズトークって感じなんですけど、意外とね、頭に思ったことを、昨日買い物に行った、いいカバンを見つけた、買いたかったけど少し高かった、買うかどうか迷った、みたいな、こういうのをもう口にパッパッパって出すだけで、意外と自然な日本語になっている場合があります。その接続詞とか文章と文章をつなげる言葉ですね。接続詞がわからないとか、この単語合ってるかなって迷う瞬間、緊張する瞬間もたくさんあると思うんですけど、何でも口に出すことで練習になるし、それが日本人っぽい話し方になっている場合があります。で、これはやっぱりビジネスの場とかフォーマルな場面では話が分かりにくい瞬間もあるし、丁寧な話し方ではないので全くおすすめはしないんですけど、友達と話す時に限っては意外とこうやって考えながら話している日本人っていうのも多いと思うので、リスニングをする時そういう話し方に注目してみて聞いてみる、そしてそれを真似てみるっていうのもいいんじゃないかなと思います。で、私のポッドキャストをたくさん聞いてくれていたら、気づいた方もいるかもしれないんですけど、私自身がすごくそういう話し方をします。一応、このポッドキャストもスクリプトがあるし、一言一句全部書いてるわけではないんですけど、なんとなくこれを言おうみたいなスクリプトはあるんですけど、それでも結構頭の中で考えながら思いついたことをバーって話してしまうタイプです。なので、結構何言ってるかわからんとか、ごちゃごちゃしてるって思う瞬間もあるかもしれないですけど、意外とそう話してる日本人も多いんじゃないかなって思います。語順、割と適当に何でもありなんやなっていう瞬間もあるっていうのに気づくかと思います。なんかあとは、例えば友達が何かの写真を見せてきたとして、あ、なんかその広告昨日見た気がするとか、あ、それ昨日見た気がする、広告で見たっけとか、同じようなことを言ってるんですけど、語順とか結構めちゃくちゃですよね。でも全部通じます。全部意味がわかります。なので、一旦文法のルールとか忘れて、思いついて単語を口から出してみるっていうのも意外とありなんじゃないかなって思います。これが一つ目のポイントですね。言葉の語順を気にしすぎないっていうこと、これを逆に気にしないことを意識してみてください。では2つ目ですね。日本人っぽいナチュラルな話し方っていうのは、文章を最後まで言わない、ピリオドで終わらせないっていうのも大事だと思います。私がさっき言った例文とか、昨日さ買い物に行って、でいいカバン見つけて買おうかと思ったんだけど、でも高くてさ迷って、みたいなこの感じ、文章何も終わってないですよね。でも日本人の会話ってこうやって続いていくことが多いです。なので、昨日買い物に行きました。いいカバンを見つけました。だけど少し高かったです。なので買うかどうか迷いました。みたいな感じで、こう文章を一文ずつ終わらせて、ちゃんと綺麗な文章を作って話していると、すごく教科書っぽい不自然な日本語になる場合があります。で、これは間違いではないです。
むしろ正しいんですけど、日本人がこのように会話するかと聞かれたらそうではないので、文章を終わらせずに次から次へと話していくっていうのも日本人が友達同士で話すような会話になるかなと思います。なのでまずは、言葉の順番語順をあまり気にしないこと、そして文章を完成させない終わらせないっていうのが友達と話す時により日本人っぽく自然な日本語に聞こえる、え技というか、そうやってみるとよりナチュラルになるかなと思います。で、教科書に載ってるような日本語ももちろん正しいです。で、正しいんだけど友達と話す時になるとちょっと堅苦しいというか、そんななんかビジネスの商談してるんじゃないんだからって思ってしまう瞬間もあるかもしれないので、本当に砕けた日本語、友達と仲良くなりたいっていう場合だとあまり何も気にせずに話してみるっていうのも一つかなと思います。で、最後に日本人っぽくこう会話をつなげる方法として「何々でさあ」っていう最後に「さ」をつけて文章をつなげたり、言葉を何か言い始める時に「で」を使ってみるとすごく日本人っぽくなるかなと思います。で、私は「で」ってめっちゃ言います。多分このポッドキャストを聞いてたら「で」っていう文章の始まりがたくさんあるかなと思うんですけど、こう何か話を切り替えたい時とか、自分が話し始めたい時に「で」って言ってみると、すごくナチュラルに文章を続けられるというか、会話をスタートできるかなと思います。こんな感じで話し方に正解不正解はないし、別に日本人っぽいナチュラルっぽい話し方であってもそうじゃなくても、日本語を話していたら何でも全部正解なんですけど、たまにねどうやったら日本語を話せるようになるか、どうやったらもっとネイティブっぽくなるかみたいな質問をいただいたので、今まで語順を気にしすぎていた、文法を気にしすぎていた方とか、完璧な文章を話さないといけないと思って逆に堅苦しくなりすぎている方などがいましたら、こういうところに気をつけてみるといいんじゃないかなって思います。今回は文法を気にするなというテーマでお話ししてみたんですが、何かこれがね、会話上達へのヒントになってればなと思います。人それぞれやり方もあるし、そこにはあまりこだわってないっていう人もたくさんいるかと思うんですけど、自分が日本語を話す瞬間を録音してみて聞いてみた時に、なんかポッドキャストで聞くような日本人の話し方とは全然違うとか、日本人の友達と話す時に聞く日本語と自分の日本語がすごくかけ離れているって感じる方がいたら、今回話したこと、語順を気にしすぎないのと文章を終わらせないことで、あとはでとか、昨日買い物に行ったんだけどさみたいな感じで文章を始めてみると、より日本人っぽくなるんじゃないかなって思いました。本当に人それぞれどのアドバイスが役立ったっていうのが違うと思うので、もし皆さんが日本語を勉強していてこれ役に立ったっていうアドバイスとかヒントなどありましたら、ぜひコメント欄でシェアしていただくと、他の方の参考になるかなと思います。なのでもしありましたらぜひコメント欄で教えてください。では今回はここまでにしようと思います。皆さん今回も最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。では皆さん良い一日をお過ごしください。それでは。